サルバトーレ・トト・スキラッチはイタリアのサッカー界において特に1990年 FIFA ワールドカップでその名を刻んだ伝説的なストライカーです。パレルモでそのキャリアをスタートしました。後のワールドカップ得点王のキャリアの始まりです。 ACR メッシーナへ移籍しクラブのセリエ B 昇格に貢献。自身も88から89シーズンのセリエ B 得点王になり、その活躍が認められてセリエ A ユベントスへ移籍し、彼のキャリアの中で最も輝かしい瞬間は1990年にリージでのオーストリア戦で途中出場し決勝点を決めてチームに勝利をもたらしました。このパフォーマンスが彼の躍進のきっかけとなり、レギュラーだったジャンルカ・ビアリ、アンドレア・カルネバーレに代わり、以降の試合ではレギュラーとして起用されるようになります。彼と共に試合で起用されることとなったのがファンタジスタロベルト・バッジョでした。スキラッチは大会を通じて計6ゴールを決め、ゴールデンブーツ得点王とゴールデンボール最優秀選手を同時に受賞しました。この活躍により1990年のバロンドール投票で第2位にもなった彼はイタリア90の英雄として国民的な人気を獲得しました。クラブレベルではスキラッチはユベントスで成功を収めた後インテルに移籍しました。しかし怪我やコンディションの低下によりクラブでの活躍はワールドカップほど際立ったものではありませんでした。通算で30試合11ゴール。その後彼は日本の J リーグジュビロ磐田に移籍しました。名門インテルからジュビロへの移籍、現在から思えば覚醒の感がありますね。ちなみに彼と契約する前にジュビロは他の選手と契約していましたが、その選手は出国許可が得られず、その契約は破棄されます。その来日することが叶わなかった選手の名前はイランの超人アリダエー。もし彼が来日していたらどのような未来があったのかは気になるところではありますが、トトはインテルがウェファカップ現ウェファヨーロッパリーグで決勝に勝ち上がっていたにもかかわらず、契約期間を半年前倒しして来日してくれました。イタリアでの彼の評価は並外れたフィジカルもテクニックもないのになぜかゴールを奪うことができるという評価でした。テクニックがない？どこが？そして日本には彼と同じような評価を受けていたフォワードがいました。彼と伝説のツートップゴントとコンビを組んだ中山雅史選手です。中山選手もトトと同じくらいゴールを奪うことに貪欲で、このツートップは年間で49ゴールを叩き出しました。ゴンは彼から多くのことを学び、日本を代表するストライカーに成長しました。J リーグでの通算成績は93試合出場65ゴール、特に2年目は34試合出場31ゴールと、やはり格の違いを見せつける活躍でした。日本での活躍はわずか3年足らずでしたが、日本人のフォワードが力んでゴールを外す中、柔軟織り交ぜたさまざまなゴールを日本で見ることができたのは我々にとっても幸運でした。彼は1999年に引退し、サッカー界からは一線を退くことになります。引退後、スキラッチは故郷パレルモに戻り、若手選手の育成に力を注ぎました。またテレビ番組にも出演し、サッカー界での存在感を保ち続けました。しかし2022年に結腸がんと診断され、長い闘病生活を送っていました。2024年に亡くなる直前まで病気と闘い続けましたが、彼の死はイタリアだけでなく世界中のサッカーファンに深い悲しみをもたらしました。スキラッチの名は特に1990年のワールドカップにおける劇的なゴールとパフォーマンスでサッカー史に残るものです。彼は決して派手なプレースタイルではなく、むしろ正しい場所に正しい時にいるゴールセンスで知られていました。彼の得点力、そしてイタリア代表に与えた感動はイタリアサッカーの黄金時代の象徴とも言えるでしょう。スキラッチは彼のプレーがもたらした魔法の夜とともに
今後もイタリアサッカーの歴史の中で語り継がれていくことになるでしょう。現役時の日本での相棒中山雅史氏、現 J3 ヤスルクラロ沼津監督がクラブを通じてコメントを出されていました。相棒の早すぎる旅立ちに悔しさしかありません。思い出は語り尽くせぬほどいろいろあります。こわもてのトトの表情に恐怖を感じていた方も多いかもしれません。ただ私にはめちゃくちゃ優しすぎる瞳の印象しかありません。ストライカーとしての素晴らしい美に刻まれています。偉大なストライカーとプレーできたことは僕の財産として輝いています。心よりご冥福をお祈り申し上げます。最高のストライカー、トトスキラッチ、ティアモ。現地イタリアでは多くの追悼のコメントが寄せられた。さようならトト、白と黒のシャツを着た彼の写真とともに、ユベントス、彼はイタリアのマジカルナイト、90年イタリアワールドカップで国民全体に夢を与えました。インテル、ゴール後の目は見開かれ腕を上げて走る。パレルモから永遠へ、生涯にわたる飛躍。親愛なるトトスキラッチ、あなたは人民から生まれた偉大な王であり、その偉大さにもかかわらず素朴であり続けた人でした。FIFA 会長ジャンニ・インファンティーノ、あなたはあの魔法のようなイタリアの夏に、誰もが決して忘れることのないあの象徴的な目で国民全体に感動を与えました。今でもあの姿を再び見ると私は震えを感じ、いつかそのアズーリのシャツを着て精神と情熱であなたの真似をすることを夢見ていた子供のジジを思い出します。あなたが私たちに経験をさせてくれたことに対して単純な感謝だけでは決して十分ではありません。バイバイトト、ジャンルイジ・ブッフォン。一緒に過ごしたイタリア90年の魔法の夜は私の心に永遠に刻まれます。イタリアの兄弟よ永遠に。ロベルト・バッジョ。